今日は、コープについてお話ししようかなっていうふうに思ってます。実際に座学した期間と、同じ時間、有給インターンという形で働けるっていうプログラムで、実際のところどうなったのかっていうのを私はこの間卒業したので今日お話ししたいと思います。この動画がぜひ、そのコース選びだったりとか、実際にどういうふうに授業が進められてくるのかだったりとか、参考になったら嬉しいなって思うので、ぜひ動画最後まで見てくれると嬉しいです。で、私のプログラムを最初にご紹介すると、私は1年間で6ヶ月その座学、6ヶ月そのインターンをして、でビジネスコースっていうのを選んでました。はい。ではまず、学校や授業についてお話ししたいと思います。プログラムの決定の時に、英語力は、希望プログラムにの条件に足りていたかってことなんですけど、これは足りてました。なんか私の場合は海外のクライアントとお仕事だったりとかってしてたので、英会話とかも行ってたんですね、その期間に。なので、英語は勉強してましたね。はい。なので足りてました。なんか実際に私はTOEIC だったりそういう点数を学校に見せるんじゃなくて、私は学校の英語力に達してるかっていうのを学校の先生とテストしたみたいな感じですね、口頭で。でもそんなに難しくなくて、多分何か詰まっちゃうというよりかは、とりあえず喋ろうっていう感じでやってました。でもそんなに、何人かちょっと大変みたいな話聞いたことありますけど、でも基本的に勉強していけば多分そんなにそれほどすごい難関だったっていうわけじゃないので、はい、勉強したら、いけるかと思います。で、どういったポイントを重視したか、値段、コープの期間、ロケーション、長さ、カリキュラムだったんですけど、私はどのポイント、でもとりあえず期間は2年間いっちゃおうかなと思ったんですよ。私の友達も1年間でやってて、2年でもいいかなって思ったんですけど、実際海外生活含めカナダでの生活も含めどういう風に慣れていくのかっていうのが分かんなかったので、まずは1年間、2年間とかねやっちゃって引き戻せないってなるのはしんどいので、1年間とりあえずやってみようっていうので期間は決めて、ロケーションもだったりとか長さだったりとか、本当にそんなにシリアスに考えてなくて、とりあえず海外でインターンできるっていうのになった時にカナダだったので、他の国ではそういうプログラムが調べても出てこなかったので、それでトロントは寒いからバンクーバーにしたって感じですかね。で、カナダで大きい都市で、有名なとこだったらバンクーバーかなって感じで、本当になんか絶対ここというよりかはなんとなくで決めました。で、私の場合コロナだったのでオーストラリアだったりっていう選択肢もなくて、でオーストラリアは短期で行ったことがあったんですよ。アデレードとメルボルンに。だからちょっと違う国に行きたいっていうのもあって、それで英語圏で行けるっていうのはコロナ禍でカナダしかなかったので、カナダを選んだので、そんなシリアスな感じで選んではないです。私はもう本当になんとなくで決めちゃいました。はい。決定当時の卒業後の期待値やゴールっていうのは結構高くて、リアルなところもう本当に見つけるのが大変っていう感じで、もう理想と現実が結構かけ離れてたっていうのは私の実体験でもありますし、みんな聞く話でも期待とリアルが違かったっていうのも聞くので、実際の、ところっていうのは、結構厳しいですよね。やっぱスキルだったりとかがないとお仕事探すのはっていう感じの感想なので、理想と現実のギャップにやられたりとかしてました。次に授業についてなんですけど、ついていくことができましたか？普通についていくことはできたかなって思います。ただ課題の量がえげつないので、もう自分の時間がないって言ってる人結構多かったです。もう本当お金も稼がなきゃいけないじゃないですか。もちろんどんどんマイナスになってきちゃうので働かなきゃいけない。コープの期間から働けるので、語学学校の時は働けなかったんですよ。だからもうコープになった途端お金稼がなきゃっていうのがあったので、もちろんバイトもしなきゃいけなかったですし、コープは私の時に週に20時間働けたんですね。だからそう考えると、5時間1日働いたとしても4日間働くじゃないですか。で、授業が私の場合は、昼と夜のコースがあったんですけど、昼が、12時半から4時半っていうやつだったんですよ。で、もう一つ、私は午前のビジネスコースは私の学校ではなくて、昼の時間帯か夜の時間帯で、5時半から9時半かな。そんな感じの時間帯でやってました。私は昼選んでたんですけど、で、その後もうね、バイトとか行ったら、バイト行って、で、かなり課題してってやったらもう忙しいので、本当に日々があっという間に過ぎていくって感じだったので、
まあその質問でいくとついてはいけたんですけど、なんかもうとりあえずなんか大変ですよね。もう自分の時間があんまなくて、もう最初はね環境とかも慣れるの大変っていうので、なんか本当に時が早く秒のように過ぎてきましたね。はい。クラスのサイズや先生クラスメートについて、モジュールがあって、その1ヶ月半ぐらいで、半年なのでそれを4等分して4モジュールに分けてやってたんですよ。やってて、でそのたんびにクラスメートが変わっていくっていう仕組みで、もうほんとその時のタイミングにもよるんですけど、やっぱ日本人は多かったですね。そのコロナの時にちょっと突入したので、その時は日本人が結構少なくて、後半戦は本当に日本人が8割とかになってきちゃったんですけど、っていう感じでクラスメートはやってました。でも本当なんか私の時間帯って12時半か4時半だったので、夜にみんなご飯食べ行くっていうよりも夜にお仕事組むっていうのが多かったから、なんか夜の時間帯の子は9時半とかに終わって、その後ちょっとバイト入れるってね、まだレアケースだと思うんで、みんなでご飯行くみたいなのもしたので、また昼と夜で違うのかなって思うんですけど、でも本当に結構ね、みんな社会人とかも、もちろん大学生で来てる子もいるんですけど、社会人の方が多いので、本当にそのおのおのって感じですね。友達とか作るのは語学学校の時の方が機会もありましたし、なんかね、語学学校とかの方が遊びじゃないですけど、なんかそういうテーマとかも結構こうふわーんってラフな感じで受けれますけど、コープってもうガチガチのビジネスみたいなで、社会人経験をその母国でやってきて来てる子たちもいますし、っていうのもあって距離感がめちゃくちゃ近くなるっていうよりかは仕事もありますし、まあなんかめちゃめちゃ遠いわけでもないんですけど、なんかすごい語学学校みたいにワイワイやるって感じの距離感ではなかったです。みんなお仕事もあるし、現実問題ね、そのお仕事してて実際にこっちのカナダでお仕事見つけに来てるって子も多かったので、なんかやらなきゃいけないことが多分各々であると思うので、そういう意味でなんか忙しく過ぎてったので、なんかめちゃくちゃ仲良くなるっていうタイミングもなかなか難しいかなと思います。大体カレッジで仲良くなった子も私もいるんですけど、語学学校で仲良くなった子がそのままカレッジに来て同じサームで受けて仲良くなったみたいなパターンが多いですね。はい。PC のスペックの準備の注意はある。私パソコンが壊れたんですよ、カナダ来てから。Windows 使ってて、でそっから使えなくなったらもうほぼパソコンで授業が受けてことになるので、MacBook 使ってたんですけど、結構 iPad は持ってきてる子多いなと思いました。Mac でも iPad でも、とりあえずパソコンさえあればそんなになんかこれといって準備しなくてもいいのかなと思います。プレゼンテーションの授業はありましたか？プレゼンテーションの授業はありましたね。ほぼそれですかね。なんか、ディスカッションが多いですよね。なんかちょっと例えば、大体ワンクールが1ヶ月のちょっとだとすると、その大体普通に授業座学でバーって聞いて、でそこからディスカッションして、でその、モジュールの最後にテストと、あとそのプレゼンテーションがあるって形ですね。でそれでプレゼンテーションをみんなでそのまとめて発表するみたいなのがあったので、だから私の場合は4モジュールだったので4回あって、プレゼンはだから結構してましたね。個人のもありますし、みんなで作成してプレゼンを作るっていうこともありました。で実際にそのインターンの期間について、準備はいつから始めましたか？座学行ってて、もうずっとバタバタしてたんですよ。バイトもしてましたしっていうのもあったので、コープのその始まる前の1ヶ月半2ヶ月前ぐらいにしましたかね。もうなんか6ヶ月しかないじゃないですか、私の場合で。最初に 1,2 ヶ月は慣れていく感じで、そうこうしてるうちに 3,4 ヶ月目が突入して、やんなきゃでももうなんか眠いしみたいな感じのが続いて、で本当にやんなきゃっていうので、そう最後の2ヶ月ぐらい、5、6ヶ月目ぐらいでやりましたね。人によってもなんですけど、そのままそのバイトを続けて、わざわざそのコープな期間に始めなくて、ただパートタイムからフルタイムに変えるっていう子もいるので、人によってかなと思うんですけど、私の場合はそんな感じで始めました。でも別に早ければ早いほどいいかなって思ってるので、時間があるうちにやれることはやっといた方がいいかなって思います。学校のサポートは本当に日本の就活と同じで、この間動画でもお話ししたんですけど、基本的には自分で進めてって、わからないことだったりアドバイス受けてきたいとこだけ先生に聞くって形で、もし私が何もやんなかったら学校側から何かをしてくれるってことはあんまないんじゃないかなと思います。自分からこう聞いたりとかアドバイス求めに行ったりとか、例えば面接対策してほしいだったりとか、レジュメ見てほしいだったりとか、自分の方から積極的に行ってった感じで、もう学校が勝手にやってくれるみたいなイメージだったんですよ、私は。結構私の友達もそういうイメージをコープは
なんか抱いてたイメージがあると思うんですけど、 100% お仕事を見つけられますみたいなイメージで学校が斡旋してくれて、それを私たちにくれるみたいなイメージだったんですけど、それは全くなくて、本当に自分たちで探してってっていう感じですね。お仕事も普通に、私たちで探してました。英語レジュメ、リキンのプロフィールは学校開始前に用意してありましたか？学校開始前にレジュメはなんかそのなんていうんだろう、レストランだったらレストラン用のレジュメを作んなきゃいけないし、私の場合オフィス用にレジュメ作ってたので、レストラン用のレジュメはそのコープの期間始まる時に作ってたんですけど、オフィス用のやつはあんま作ってなくて、それはコープの座学が開始されてから作りました。やらなきゃと思って。苦労したことは何ですか？苦労したのはもうなんかいっぱいありますよね。お仕事が見つけるのもまず時間かかるし、そこにこうレジュメで通す書類審査を通すのもかかるし、実際にその面接対策してお仕事をゲットするのも大変だし、全てにおいて大変だなっていうイメージでずっと苦労してた感じでしたね。なんかまあもともと別に日本の時からそんな簡単に海外でお仕事が見つかると思ってなかったですけど、やっぱり大変だなっていうのを実感しながらお仕事は探してました。応募方法は、普通に、ホームページなりインディードで見つけたところなりで応募して、特別なことをやってなくそれで応募してました。カフェとかレストラン、カフェとかは特にそのドロップインつってそのお店に行って実際にレジュメをこう配るっていうことも多かったなって思います。学校やプログラムを選んだポイントっていうのは、もうなんかね、プログラムはとりあえず自分が日本でしてたお仕事と近いものをしたかったので、そしたらビジネスになるかなと思ってビジネスしました。ホスピタリティだったり IT のコース、デジタルマーケティングもありますけど、ビジネスが一番近しいかなと思ってそう探しましたね。なぜビジネスはそういうところで、理由があります。特に難しかった授業は大変だなって思って印象に残ってるのは、マーケティングが最後4モジュールあって、最後のモジュールでマーケティングだったんですけど、それが大手企業とコラボレーションをして、何か商品を新しく作り出すっていう。で、なんでその商品を作ったかっていう、そのターゲット層だったり、その売り出したい相手ですね、クライアントのターゲットを絞ったり、それをデータ化させたり、どういう商品を作るっていうの、どのぐらいの利益が生み出せるかとか、そういうことをやりました。私の場合ね、私経済学部なんですけど、なんかそのマーケティングのことって多分小学部だったのかながやってて、私マーケティングに本当に知識がなかったので、何人かその知識がある子とかはいたんですけど、グループにそういう子いると助かるなって思うんですけど、私の場合はマーケティングの知識が全くなかったので、それは大変だったなって思います。なんかどういうふうに、あとね、プレゼンも慣れてなかったので、なんかどういうふうに伝えるかもそうですし、なんかマーケティングでね、なんか大変だなと思いました。しかもやっぱなんかいろんな国のことを、短期の留学は行ったことあるんですけど、その海外のこと一緒にこうやって課題をやるっていうことは人生で初めてだったので、なんかね、やっぱりこう、やっぱ課題にこう時間にルーズだったりとか、締め切りに終わんなかったりだったりとかするので、実際に例えば5、6人だったんですけど、プレゼント 4,5 人かなだったんですけど、やっぱ実際に個人の方が やりやすいなって言ってる子も多かったです。なんかこう決めてやっていけるから。でもグループの場合ってなんかまずどうやってプレゼンを完成させるかってこう割り当ててとかね、割り当ててうまくいくならいいですけど、なんか結局みんなの意見がこう一致しなきゃいけないじゃないですか。まずでそれをまとめて、誰がどこのパートのスライドを作って、誰がどこを説明してっていうのを一人が分かっててもあれなので、なんか例えば、ね、結論みたいなパートだったら全部のことを大体理解しないと作れないじゃないですかっていうのもあって、なんかグループで作業するのって改めて大変だなって思いました。やっぱ一番感じたのは、やっぱその課題、例えば振り分けたとして、ここまでね、ここまでの日にやってきてってなっても、それができなかったりすると、その次のスライドって、その結論とかってそこのスライドができてないからできなかったりとかするじゃないですか。でどんどん後倒しになって、プレゼンの伝説とかに焦るとか、それで私のグループはなかったですけど、なんか友達のグループとかは土日とか平日たまに集まってなんか作業するみたいなこともあったので、なんかテストの直前にプレゼンがあるんですけど、なので結構バタバタですね。プレゼンを言われてそこから作ってみたいなのがバタバタしてるので、もう期日が迫ってってっていう感じで、いい思い出ですけど、やっぱみんなでプレゼンするのって本当に大変だなって思いました。なんかね、普通にミスコミュニケーションが起こるんですよ。例えばなんか私はこういうふうにしちゃったけど、なんか伝え方だったりとかで相手には違う風に伝わってたみたいなのがあってとかね、その
4人とかいるんだったら、その個々のあれでミスアンダースタンディングがあるとまたなんかってなるじゃないですか。期限もそうですし、その認識の違いだったりとか、認識が違うと違う方向にスライドが進んでっちゃうじゃないですか、作るっていうのがあって、なんかもうバックグラウンドもみんな違うし、そこの例えばマーケティングだとしても知識がある人とない人がいるわけじゃないですか。だからなんか大変だなって思いました。言語も違いますし伝えるっていう能力、コミュニケーション能力もそうですけど、本当にいろんな人がいるなっていう感じで勉強になりました。私がねリアルにコープを受けてどうだったのかっていう話をすると、これねネガティブなこと言ったらあれですけど、なんかつまらなかったなっていう気持ちもあったりはします。もう正直ぶっちゃけ。でもその英語を使ってこのビジネスの話を聞くみたいな、最初は英語のシャワーでもう先生の話をひたすら聞くみたいな感じなんですよ、座学って。だからなんかアウトプットっていうよりもそのバーって聞く感じですね。大学の講義じゃないですけど、先生の話を、ビジネスの話をひたすらテキストに沿って聞くみたいな。それでなんかこれでつまんないなって言ってる子もいましたし、なんか多分それを理解してないとまたつまんなくなりますよねと思って。でもなんだろうな、実際にその学校で学んだことをこう生かすみたいなことってその職種にもよるし、なんか役に立つのかなって思ったりもすることあるんですよ。だって日本のさ勉強とか、例えば数学勉強してそれどこで将来に生かすのかなみたいな感じと一緒で、なんかそういう感覚になったこともありますし、でもなんか英語のシャワーをこんだけ聞いて、でそのビジネスの単語だったりっていうのをすごい聞いて、でそれで課題してみたいなので、英語を慣れていくきっかけにはなったのかなっていうふうにすごい思います。やってよかったっていうのは本当に思います。なんかやっぱ語学学校とは違うそういう雰囲気で社会人の子たちもいたりとか、でも実際にコープしてよかったなとは思います。やっぱそのね、語学学校みたいな感じでわちゃわちゃして楽しい感じっていうよりかは、もうちょっとそのシリアスな感じですけど、ビジネスのことを学んで、プレゼンをするっていうのもやっぱりなんかプレゼンもそうですけど、質問とかってやっぱり日本人じゃなくて他の国の人の方がもちろん質問したりとかっていうの多いんですね。なんかリアクションするのが大きいみたいな、何か言ったら何か返答返ってくるみたいな。そう、なんか日本人がやっぱ多い授業だと先生が何か言ってもシーンっていうのがあったりしたんですけど、そういうのがやっぱ他の国の人はとりあえず何かを発する、何か自分の意見を言うっていうことはすごい勉強になったなって思います。なんか何の話を振られたとしても自分はそういうふうに思ってるっていう、正解とかってないと思うんで、何を言うかとか自分の意見を持ってるっていうのが大事だと思うので、なんかそういうのはやっぱり、いいなって思いましたし、やっぱ日本の学校とはやっぱ違うなっていうふうに感じた部分でもありました。やっぱりなんか生徒が授業を作っていくみたいだから、その生徒のそのモジュールが4モジュールありましたけど、生徒のどういう人が受けてるかによっても結構雰囲気とか変わってたりとか、もちろん私の友達で違うそのコース受けてる子たちもなんか雰囲気がまた違かったりとか、本当にその受ける人たちの態度だったりとかによってなんか授業の雰囲気って作られていくなって思ってて、私はそのモジュール1クラス20人30人ぐらいだったかなって感じで、あと先生の当たり外れもめちゃくちゃあるなと思いました。私は2人の先生だったんですけど、2人しか4モジュールで1モジュールが1人で3モジュール多分同じ先生だったんですよね。そうなので結構その発音とか先生移民してる人も多いと思うので、実際にその現地の人じゃなくて先生が違うそういうラテン、私の先生は結構ラテン系が多かったんですけど、ってなると発音がねやっぱ癖があるから、なんかそれが嫌だって言ってる子もいましたし、なんか聞き取れないみたいな、発音がもうなんか癖が強すぎて、だからそういうのはあるんだな、先生の外れあたりもあるのかなっていうふうに思いましたね。でも本当になんかプレゼンとかもみんな堂々と話してて、すごいなって思いましたね。やっぱ他の子はやっぱ人の前に出て喋ることが慣れてるので、やっぱそういうのはすごい、多分あっちからしたら当たり前だと思うんですけど、私はなんかそういうところですごい刺激を受けたり、あとは個人のプレゼンで、自分がどういうふうに将来になりたいのかとか、自分の自己紹介スライドとか作ったりしたんですけど、英語でそういうのもね、なんか英語でプレゼンってまずすることがないじゃないですか。だからなんか
体制が慣れてきましたよね。英語をこう堂々と話すみたいなことの体制慣れてたりとか、もちろん英語に触れる機会っていうのが多いので、アウトプットで自分から何か話すっていうのは減った感じだったんですけど、その座学の時は減った感じで、そのプレゼンの時とかディスカッションする時は結構アウトプットっていうか話さないと進まないので、話していって進めるって感じだったんですけど、なんかそういう意味でも勉強になりましたし、なんか私的にはその授業の内容がこうすごい身のあったっていうよりかは、そういう振る舞いだったりとかっていうので刺激を受けたりしてました。英語に触れる機会だったり、その他の国の人と授業をそのビジネスのを学ぶことによってプレゼンだったり授業の態度だったりとか、そう先生の雰囲気とかっていうのもそうですし、そういうことが勉強になったなっていうふうに思ってます。それが実際にカナダ来て語学学校ちょっとつけたんですけど、そのコープがあってよかったなって思います。コープを挟んでよかったなって思ってます。でも私は総じて結論は良かったなっていうふうに思いました。実際にそのお金を稼げるっていうのもいいなって思いましたね。コープの期間中にやっぱお金がゼロってなるのは結構きついので、日本の貯金がずっとゼロっていうかマイナスになっていくっていうのあれなので、そのビジネスにしろ、なんか私の場合はそのなんていうんですかね、お仕事を探すときにもうそのカレッジのコースも書くと思うので、その時になんか違うコースでもよかったなと思うんですけど、ただその仕事探す面では違うコースにしたらなんでこのコースを選んだかっていう、理由付けがあればいいと思うんですけど、自分なりの。なのでそういう意味でビジネスって書くのが良かったので、後々もそのビジネスにして良かったなっていうふうに思ったんですけど、ただなんか新しい分野だったり勉強するのも興味はあるなって思いました。なんかそれってなかなか日本でできないというか、新しいことを学ぶみたいなことって日本でなかったので、その海外に行ってその違うコースっていうのを日本で働いてた時の業種とはまた違う分野のこともやってみたいなっていう興味はあったりもしてましたね。だからその内容がというよりかはその先ほどもお伝えしたようにそういう雰囲気だったりとかっていうのが学べたので、私的には別にビジネスじゃなくてもよかったなって感じですけど、後々仕事選びのことも考えたら、レジュメのその綺麗さっていうかこう一貫性があるように見せるにはビジネスって感じですけど、私の心の中の感想はそういう雰囲気とかで学べたことが多いので、ビジネスじゃなくてもよかったかなっていう感じで、なんかそんなにコースにこだわりはないし、そこにあんまりこだわらなくてもいいのかなって思いました。期間もそうですけど、とりあえず行ってみて何かのコースを受けてみてっていうことが大事なんじゃないかな。で、コープで学校選び、値段だったりとかコース期間だったりとか、実際に授業についていけるかとか、いろんな不安があると思うんですけど、なんかとりあえずなんかどうにかなるので、どこのコース学校かによって自分の運命人生の境目が変わるとかっていうのもでもないので、その学校に行ってそのコースに行ったら多分いろんな出会いがあると思うんですよ。新しい出会いがあると思うので、少なくともね、そのコープで一緒になったことかって長いじゃないですか。6ヶ月ぐらいで、私の場合は週に4回学校に行ってたんですけど、だから違う環境になって、その日本人だらけじゃなくてそのいろんな国の子が来てっていう環境になると思うので、なんかそういうことを一回やってみる。なんか絶対こうしなきゃいけないみたいな、この学校のこのコースがいい、これがいいっていうのはあんまねない。それのせいにしてても何も成長がないっていうふうに思うので、なんかまずはそういうあんま細かいことは気にしなくても大丈夫なので、まずはそこに飛び込んでみるっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに感じました。私もそれでコープを受けて実際に良かったなっていうのもありました。もちろんいいことだけじゃなくて、リアルと現実と理想の狭間でなんかちょっと違うなって感じたこととか、つまらないなって思ったこともあったっていうのが正直なところなんですけど、全部いいところも悪いことも言ったように、結果としてはいい経験になったなっていう形です。なのでお金を貯めて実際に何かを学べる、海外でするっていうのってコープのねプログラムってなんか他の国では聞かないので、すごいいいプログラムだなっていうふうに思いました。やっぱりお仕事一気にとか学校一気にとかってやると、なんか私的にはね、なんかそこの
なんていうんですか、この世界にもう入っちゃいますけど、なんかコープはいいバランスで、なんかちょっと勉強もしてちょっとお仕事働いてお金も稼いでっていう感じで、なんか本当に充実した形になったので、ワーホリではなくてコープを選ぶことによって、なんかそういう新しい出会いだったりとかっていうのもあったので、まあそのコープの子たちとかって、そのクラスで出会った子とかって1年間ね、プログラムだったら1年間ぐらいカナダにいるじゃないですか。だからそういう人と出会うっていう意味でも、人と出会ったりとか、海外生活、そこの年体を慣らすっていう面でもすごいいい期間だったなって思います。1年間って短いので、しかも座学で換算すると6ヶ月しかないじゃないですか。なんかそのやってる間は長いなって思ったんですけど、やり終わった後はやっぱりすごい充実してて、なんか本当になんかなんかもう時間に追われてる感じでしたね。本当に結構みんな疲れてましたね、割と。英語で全てをやらなきゃいけないし、あとはそのカナダに来てもうワーホリ1年終わって1年で来てるって子とかもいたので、もうカナダにその長くてとか海外生活1年とかやっててとかで来てコープに来てとかって子もいたので、もうその英語が流暢な子っていうのは結構いたりしました。なんか授業についていけないっていうのは、その最低限そのテストを乗り越えれば頑張れると思うんですよね。私の場合予習だったりとかっていうのはあんまできなかったんですけど、とりあえず最低限のことだけ私の場合はやってましたね。課題だったりとか、あとはそのわからない単語はないようにちょっと授業中の中で終わらしておくというか、だから結構もう授業中に課題とかできる時間をくれたんですよ。なのでそこで、課題を終わらしちゃうとかっていう風にして時間は工夫して使ってました。なのでとりあえず総じて言いますと、コープは結構良かったなっていう風に思ってます。実際にコープにするかワーホリにするかって悩むこともあると思うんですけど、なんかその何かを学べるっていう意味では、その経験に投資するじゃないですけど、そういう意味ではすごいいい魅力的なプログラムだなと思ったんですけど、ただ期待しすぎてたので、私の場合はなので期待しすぎっていうか、リアルはそういう感じなので、なんかそのお仕事を見つけるの大変ですし、現実でそのお仕事を見つけるっていう厳しい現実はあるんですけど、すごいいい面っていうのを、この動画で、長々とお伝えさせていただきました。また、こういうコープのビザじゃないですけど、この私の経験のシェアのような動画を出していきたいなっていうふうに思うので、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。